こんにちは、アンナスです。今日は、セリア100円均一のセリアの、刺繍図案プリントクロスステッチレッスンっていう、なんかプリント済みの布が入っているのと、このレシピと2つ入っている初級編っていうのをちょっとやってみたいと思います。で、このままやるっていうのもちょっとあれなんで、せっかくなのでこれチェーンステッチなんですけど、このチェーンステッチの練習のやつと、あとそのなんかアレンジしてちょっとこうお花の図案みたいなのが反対側にあるんですけど、そのお花の図案をチェーンステッチも使うけど、なんかいろんなステッチを使って、私だったらこのシンプルな図案をこんな風にアレンジしますっていう、ちょっとビフォーアフター的なものをやってみようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、初級にチェーンステッチっていう、ちょっと開けてみようと思います。中には作り方の説明書と、あとプリントしてある布が入っています。こんな柄です。レジレジステッチとチェーンステッチで、ここには練習がないですけど、アウトラインステッチが練習できますと。で、出来上がりがこんな感じですね。こっちで練習して、ここでこう応用編みたいな。ってことで、今日もここを使ってちょっとなんかアレンジしてみようかなと思います。これは丸定規なんですけど、このバラの花みたいなのを増やしていこうと思います。これなんか印刷が曲がってますね。これぐらいだと別に範囲内なんで大丈夫です。で、15、だいたい15ぐらい。で、左右に丸を増やして、大きいかな。でもこんなもんですね。それと、なんかこの飛んでるお花がちょっと不自然だったので、地面にくっつけようと思います。なんか全体的にこう下から生えてるんで、で、これ葉っぱも足りないから、ちょっと葉っぱも足します。もうフリーハンドで。で、これを、ここのなんか途中で切れてるお花があるんで、これをこういうことにします。これのここがこうつながってお花になってますよみたいな。こっちもなんか適当ですけど、もうちょっとこうかな。で、なんかこれはちょうど今秋なので、コスモスもなんか全然今撮影してる今めちゃくちゃ暑いんで、
コスモスなんてもう忘れてたっていうくらい暑いんですけど、そう、そろそろね、お花屋さんとか行ったらもう出てるかな。コスモスってこんな葉っぱだっけ？まあなんか適当に。で、これをなんかバラみたいにしようと思うんで、ちょっとここに葉っぱをつけて、この下がね、もうしょうがないですね。ここはもうこういう葉っぱにしましょう。で、なんか左右対称にここの葉っぱ、そうなんかこう交互にあるのが私が勝手に気持ち悪いと思っているだけなんで、あと今回も刺繍枠にはめて仕上げようと思うんで、だいたいもうその刺繍枠の机がガタガタですね。ちょっと後であれを入れておきます。かませておきます。これぐらいか。じゃあこことここは入るけども、これはもう無視しましょう。で、なんかこれもこういう感じってことは、ここにちょっと葉っぱが欲しい。で、なんかこれね、頂点が欲しいですね。頂点欲しいけど描けないな。ここは描けますね。こんな感じかな。なんかここが空いてるのが気持ち悪いけど、何を足せばいいんだろう。葉っぱ？お花？まあいっか、なくてもいいか。そう、つい隙間があると埋めたくなるタイプなので、どうしても埋めがちなんですけど。で、これで刺繍糸を決めるんですけど、ちょっと今刺繍糸も決めてきました。ちょっと前回箱の汚さが恥ずかしかったんでもう箱は見せずに、もう先に何色を使うかっていうのを決めてきました。で、コスモスなんで、コスモスはピンクで、葉っぱは今回は2色で刺します。まあ、茎と葉っぱみたいな感じで、真ん中のバラはちょっとここは白で、ちょっと水色ね使わないかも。で、コスモスの葉っぱは茶色でやってみようかなと思います。なんかこういう組み合わせ、なんかこれだけだとパステルカラーすぎて、なんか可愛いのが好きな場合はいいんですけど、ちょっとこう秋っぽい大人っぽい感じにしたいんで、この黒っぽいのを入れることで締めるって感じにします。で、このラインナップだとこのブルーみたいな色を入れたくなるんですけど、入れるところがないんで多分これ使わないと思います。まあ一応この5色で賄えるようにいろいろ工夫しながら刺繍していこうと思います。では早速枠をはめていきます。で、枠外して、せっかくなんでなんかこのメインっぽい真ん中からやっていきます。ではこのバラを刺繍します。で、中の方に色がちょっと入って、外側を白、ちょっとクリームっぽいんですけど、それで、スパイダーウェブローズで刺していこうと思います。6本取りです。6本取りなんで6本の束のまま引き抜いて、これ6本入ってる。
入ってます。まず、どうしようかな。1、2、3、4、5。まずストレートステッチを5本入れます。で、この中心の際から針を出して、で、布を触らないで上下で、上下で、上下ってやると、さっき下だったところが今度上になるんで、それで交互にこうバスケットステッチみたいに編んでいく感じになります。で、あんまりギューギュー引っ張ると外側にこう巻いていきたいので、ちょっとこう外側に添えるような感じで、あんまりこう引っ張りすぎないでそーっとやっていきます。こんなもんかな。これで一回途中で止めます。どこでもいいんで、なんかザクッと刺して、で玉留めでハサミでカットして、これで途中で止めます。これまだ完成じゃないです。これで、また6本取りを出して、6本取りはもうほぐさないでそのまま。で、さっきなんかこうぐさっと刺したところがあるんですけど、なんかそこからまた針を出して続きをします。上だから今度下ですね。で、上下。はい、もうだいたいこれで最初の5本のピンクが見えなくなってきたので、これで刺して、で玉留め。じゃあ他のも同じようにやっていきます。はい、ではちょっとピンクが可愛すぎたのでちょっと緑に変えました。まあでもやってることは一緒なんで取り直してないです。すっごいモコモコすごいスパイダーウェブローズ。これで65センチ、これ1本使ってます。1本っていうのはこの65センチをでもう1回やってもう全部使い切ってます。それぐらいモリモリしてますね。で、まあこれレゼレージステッチなのでね、もうそのままレゼデージを結構今回は対応していこうかなと思うんですけど、まあ、せっかくなんでここの額の部分は4本取りでレゼデージステッチです。出して幅チェーンのサイズ、チェーンじゃないレゼデージの幅こうやって輪の外に針を刺す。
でこのまま下にアウトラインステッチで移動します。まあ一緒ですね。1目作ってちょっと先に出して最初のステッチの糸をギュッと押して糸を割らないで糸の下に刺す。これを繰り返していきます。はい、では、こういってちょっと作って下まで降りてきました。で、葉っぱですね。葉っぱはもうこの4本取りのままサテンステッチ縦に何本か入れます。もう細長い葉っぱなのでそんなにたくさん刺さなくても多分3本ぐらい3針ぐらい入れればこれでいけると思うんで、じゃあこれでやっていきます。はい、ではもうこれだけで十分ですね。これでなんかブローチとかにしてもらってもチャームとか、チャームっていうのはこういう中に綿を入れて裏の布つけてで上にこう鎖つけるやつがあるんですけど、なんかそういうのでもいいかなと思います。まあでもせっかくなんでちょっと他のもやっていこうかなと思います。これ潰れちゃうんでもう大きい刺繍枠、完成品の刺繍枠でやっていってもいいんですけど、私これ使わない理由の一つが手がちっちゃいんでレゼレージとかする時手が届かないんですよね。なのでちょっとずらしてこれに当たらないように頑張りますだからこんなもんかな。まあこれを使う理由、小さい刺繍枠を使う理由っていうのがサテンステッチにシワが寄りやすいので、なのでちっちゃいの使うっていうのが主な理由なんですけど、今日使ってないサテンステッチ使ってないんですけど、そうこうやって結構ね左手をギリギリに添えることが多いのでちっちゃい方がやりやすいんですよね。で、レゼデージやります。もうこの図案の通りにはい、ぎゅーっと引っ張って、これ6本取りです。でもこの絵だと6本取りじゃないとちょっと綺麗に埋まりにくいですよね。これ6本って書いてましたっけ？ちょっと図案が今わかんないんですけど。で、レゼレージって中に隙間できるじゃないですか。だからレゼレージ足すストレートステッチっていうのを結構最近気に入ってやってるんですけど、それをやります。上に1本、この留めのステッチのさらに上に1本入れて、でなんかこう浮くんでちょっとこう針で糸をバラバラにしてちょっとサテンステッチ風に見せるんですね。サテンステッチではないんでちょっとやっぱ下の布が見えやすいといえば見えやすいんですけど、なんかこうしれっとこういう感じで、私はなんかそう上下左右みたいな、これ6個なんで上下斜め斜めでやっていこうかなと思います。はい、ではお花が一つできたので真ん中にフレンチノットステッチを、6本取りで入れます。1回の方がいいかな1回にします。1回巻きにして、はい、これで
あんまりここが大きくない方が可愛いですね。はい。じゃあこれを裏に絡めて、玉留めでもいいんですけど、お花先に全部やってもいいんですけど、ちょっと葉っぱをやってみようかなと思います。同じ緑でやってもいいんですけど、ちょっと茶色をどうかな、濃いかな。それかもう普通に緑でやるかですね。緑だとちょっと味気ないというか単純すぎる感じが、爽やかですけどね。ちょっと薄い色の薄い茶色にすると、薄い茶色の方がいいですね。あんまり焦げてない方が焦げない方がいいということになりました。じゃあちょっとこれで、茎も、こっちが4本なんで、バラの方を4本にしたんで、茶色い方も4本にします。で、玉留め。はい、アウトラインステッチ。ちょっと先に作って、もうアウトラインステッチはさっきやったんで、ちょっと説明は省きます。もう一緒です。で、この葉っぱの刺繍を何でしようかなと思ったんですけど、フライステッチ、名前間違ってない。名前あまり覚えるの得意じゃないので、一旦これで、止めてフライステッチをやっていきます。もうビュンっていっちゃっていいか、近いんで。フライステッチはまずストレートステッチがいるんですよね。で、左から出して右に入れて、でこの頂点のところから針を出して糸をかけておくんですね。はい、これで、Y の英語の Y の文字にしたいので、ちょっと離れたところに刺すと、これストレートステッチの下に英語の Y みたいなのが入ってますね。そう、これ全部ストレートステッチでやってもいいんですけど、私昔はこういうのは全部ストレートステッチでやるタイプだったんですけど、フライステッチやってみたら、フライステッチって左右とか綺麗にできるんですよね、仕上がりが。なんでわざわざフライステッチをやるのかっていう理由が分かりました。なんでこういう刺繍をするときはフライステッチをできるだけ使うようにしてます。じゃあこういう感じで、アウトライン、フライステッチで、お花はレゼレージで仕上げていきます。はい、全然変わってしまいました。ピンクだとなんかすごい可愛くなってしまって、別に可愛いのでいいんですけど、ちょっと今の気分じゃなかったので変えました。ちょっと秋っぽい感じで、さっきの茎の部分の茶色をお花に入れて、だからあれです、チョコレートコスモスみたいな感じで、もうちょっとアクセントにからし色みたいなのを入れつつっていう、ちょっと白入れたりですね。全然変わってしまいました。
でちょっと刺繍枠を飾り用に変更しました。もうこれ以上はめ直すとこのバラが潰れそうなんで、もうあとはもう葉っぱとかちょっと下のここのお花入れるだけなんで、もう完成の枠で刺していこうと思います。であと説明としては、今から刺す予定のこの葉っぱですね、これはもうサテンステッチで縦っていうか、真ん中に線入ってるんですけど、下絵がそこと同じように1本線を入れて、で左右普通にサテンステッチで2本取りですね。サテンステッチなんで、なので細かく刺してもらって、なんかちょっとこう真ん中の葉っぱみたいに立体感を出したい場合は本数増やしてもらうと残ってなるんですけど、ここはそんなにこだわりないんで、2本取りでちまちま埋めていこうかなと思います。出来上がりました。こっちも、スパイダーウェブローズをつけて、でこの刺繍枠で飾ろうと思います。でちょっと布が薄いんで裏に布を挟んで、で枠をします。ちょっと多めに刺してます。下の方多めに刺して枠をはめるんで、ちょっともう見えなくなってもったいないのはもったいないですけど、しょうがないですね。よいしょ。難しい、枠はめるの結構いつも曲がってるんですよ。今日はアイロンを当ててないです。なんか引っ張ればなんとかなるかなと思ったんですけど、どうでしょう。大丈夫そうですね。でしっかりねじ締めて、これなんかね、本当はこっちが表なんですよね。なんかここに丸がついてるから逆にする？もういいかもういいですよね。はい、ハサミで切ります。ここもったいないけどしょうがないです。切ります。で結構ねこれギリギリでしたね、この刺繍枠ね。刺繍枠じゃない、この布が外側をこれであとぐし縫いしていきます。ちょっとこっちこれでぐし縫いしていきます。感じで、糸をひっつめていきます。枠ですね、枠の布をひっつめていきます。これで出来上がりです。ビフォーアフター、こんな感じですね。これは練習用だからしょうがないですね。全部チェーンで作ってあるんで、それをなんか無理やりいろいろ混ぜてこんな感じになりました。
はい、では、実は色をまたちょっと変えまして、そうなかなかね色難しかったです今回。私がちょっと迷いすぎたんでおかしくなったんですけど、結果的にこういう色になりました。だからこのなんだろう、コスモスっぽい感じは全然コスモスではなくなったんですけど、全体としての色味としては私の好みの感じにはなったかなと思います。で、ちょっとビフォーアフターを見てみたいと思います。最初このキットのこれですね、何も書いてないのがこれで、仕上がりはこんな感じになりますっていうことだったんですけど、ちょっと葉っぱとかお花とか刺し方を変えて、はい、全然別物になってしまいましたでも元のもがちゃんと可愛いので、それにちょっと私流のアレンジをしたっていう感じですかね。はい、皆さんもよかったら刺繍してみてください。概要欄に糸番号書いてるんで、もしよかったら同じ糸、最終的になったこのオレンジとグレーと白とグリーンが2色ですね。その、糸番号 DMC 書いておきますので、よかったらやってみてください。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。